おはようございます。ベキザップです。本日は10月29日水曜日、時刻の方は朝の5時50分ですね。で、今日は日光いろは坂の紅葉状況をお届けしたいと思いますので、連休のお出かけの参考になればと思います。で、ちなみに11月の1日から3日の3連休ですが、上の方の明智平の駐車場、トイレがある方を閉鎖されてしまいますので、こちらのいろは坂登る前の駐車場でトイレを済ませることをお勧めいたします。それじゃあ暗めですけど行きますか。さあ、それでは2025年10月29日に撮影しました日光いろは坂の紅葉状況をお届けいたします。とはいえ、さすがに登った時は日が出ていなかったので、暗すぎてよくわからないということで、まずは一旦下りの様子をお届けいたします。で、下った後また登りますんで、両方の紅葉状況をお届けするので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。で、ちなみにこれはまだ下り始めた段階なんですけど、さすがに上の方はもう落葉が始まっていて、紅葉の方は終盤になっています。ただ、こういう朝日が当たるタイミングであれば非常に綺麗な紅葉を見ることができるので、あと渋滞していないというところもありまして、この時間帯はおすすめとなっております。いや、本当に綺麗ですね。一応自分は3週間前ですか、その時もこのように撮影はしてるんですけど、あの時と違って明らかに黄色の発色が違いますね。そしてこの遠目に見える紅葉も非常に綺麗。これだけの綺麗な景色を前方車両なしで楽しむことができているんで、水曜日でしたけど、有給取って正解だったなと思っております。いや、ほんと綺麗ですね。下っていくにつれて紅葉がどんどん見頃になっていくので、こっから先さらに綺麗な景色が見れる感じになっております。いろは坂の場合標高差がありますんで、今週行っても来週行ってもどこかしらで紅葉が見頃になっているので、まだ長い期間楽しめるのかなということで、今回の3連休を逃した方も、来週再来週と、楽しんでもらえればいいかなと思っております。いや、ほんと素晴らしいですね。コーナー曲がるために目の前に黄色の紅葉が見えて、いやー、早起きしてここまで来てよかったなと思っております。ちなみにこちら奥日光の気温になるんですけど、いろは坂のあたりはだいたい5度ぐらいですかね。で、このまま中禅寺湖の方に上がっていくにつれて、最終的には2度とか1度とか、それぐらいまで気温が下がっていくので、ダウンは必須っていう感じですね。で、長い時間滞在するのであれば、カイロとか電熱ベストとか何かしら発熱するものがないとちょっと耐えるのがしんどいのかなっていう気温になっております。なのでしっかりと防寒対策をして、こちら日光いろは坂まで来てください。じゃあこのまま下ってもどんどん紅葉の方は緑になっていくんで、じゃあここで一回下りは閉めて、次は上り行きたいと思います。さあ、上りスタートということで、これは朝焼けによって色がついている感じになりますが、このように光が当たっていないところを見ればしっかりと緑色だと分かるので、いろは坂の入り口は全然紅葉しておりません。具体的には 1000m を超えたら紅葉が始まるっていう感じですね。ただこのように今左側に GTR がいるんですが、明らかに速い車もいろは坂の紅葉を見ながらゆったりとドライブしているので、いかにここの紅葉が綺麗かっていうのが分かりますよね。じゃあこの先にあります黒神平の展望台でちょっと朝日を見たいと思います。1回目登った時は日の出待ちで相当車がいたんですけど、今回はどうかな。ちょうどいいぐらいに止められそうですね。いや、展望台からの景色非常に綺麗でしたね。ただ写真見て分かったと思いますが、下の方はまだ紅葉がそんなにしていないので、まだまだ来週でもいろは坂の紅葉は楽しめるのが分かるかと思います。で、この黒神平展望台から上については今見頃になっているので、1週間経ってしまうとだいぶ葉っぱが落ちてしまってちょっと見劣りするのかなという感じになります。で、
今回動画を出しているタイミングが金曜日になりますんで、明日からの3連休、注意すべきポイントがありますんで、そこだけしっかりとお届けしたいと思います。でまずこの先に明智平の駐車場があるんですけど、この右車線を走っていると右側にある、ロープウェイとか乗れるところがあるんですが、そちらはゲートがオープンする時間決まっていて、このようにゲート待ちの渋滞が発生するんで走らないことをお勧めします。でそして左側の駐車場、3連休中は閉鎖されるので、左側の方が渋滞がそんなにしないのかなという感じになっております。で閉鎖に伴ってこのトイレも使うことができません。そしてこちらは1周目の動画ですね。ちょうど日の出のタイミングなんで、かなり山が綺麗に焼けてますね。それではここからは中禅寺湖から先の紅葉状況をお届けいたします。中禅寺湖もちょうど今が見頃っていう感じですかね。いや非常に綺麗です。これは1週間経ったらもう葉っぱが落ちちゃうのかなっていう感じで、やっぱり3連休中が見頃かもしれませんね。じゃあせっかくなので男体山の写真も撮りたいんで左に曲がりたいと思います。ここで右側にやばい景色見ちゃいましたね。いや男体山の黄色い紅葉が残っていて、まだね綺麗な姿を見ることができました。でそして中禅越しに見てしまった景色なんですけど、どうやらこの先雪が降ったみたいです。金星峠まで雪の影響があればちょっとまずいんですけど、とりあえず行けるところまで行ってみたいと思います。とりあえず現状左側中禅寺湖なんですけど、こちらは非常に紅葉が綺麗ですね。やっぱり中禅寺湖は今が見頃ですね。でこの先進むにつれてどんどん紅葉は終わっていくかと思いますが、種類によってね残ってる紅葉もあるかと思いますんで、そのあたりをお届けできればいいかなと思っております。であとはあんまり今回は立ち止まらずに行きたいと思います。一応熊のニュースが最近多いんで、極力ね止まらずにバイクで走り抜けるように撮影はしていきます。いやすごいな。やっぱ中禅寺湖見頃ですね。本当に綺麗。紅葉のトンネルになっているので、いやこういう時間帯に来て正解だったかなっていう感じになっております。さあここからは竜頭の滝のあたりになるんですけど、こっから先は基本的にはもう紅葉が終わっている感じになります。1週間前にお出かけポコさんが来ていて、その時すでに紅葉終盤だったのでさすがに終わってますね。ただこういう終わりかけの茶色い景色、こういうのが好きな方もいるかと思うので、まだ葉っぱが残っているっていう点では、非常に綺麗なのかなと思います。あとはね黄色の紅葉は比較的残ってる印象ですかね。やっぱりこういう寂しい感じもなんともいいですね。でこの先に駐車場あるんで、今回自分はスルーしますが、この駐車場に停めて、滝の様子を見ることもできます。しっかり止まりますね。さあそれではここからは戦場ヶ原になります。戦場ヶ原はもっと空気が冷え込んでるんで、当然紅葉の方は終わっております。辺り一面茶色ですね。でそして左前方なんですけど、いやーうっすらと雪山見えてきましたね。どんどん近づいていくんで、かなり寒さが厳しくなってきました。そしてこちらは湯の湖とか湯滝があるエリアになるんですけど、路肩の落ち葉がすごいように、こちらも紅葉は終わっております。ただ一部まだ残ってる感じですかね。さあそしていよいよツーリングとしては一番楽しい金星峠になるわけなんですが、ちょっとねこの道路の白っぽいやつは塩カルをまいてるのかな。一応過去の自分の経験上は11月の1週目とかになってくるとこの辺りは凍結が始まるんですけど、すでにもう始まってるのかな。そんな感じの疑いがあるような道路の色合いになってきましたね。ただ金星峠が近づいてきて意外と紅葉が残ってて驚いております。そして金星峠が雪をかぶっていることにも驚きました。これ初冠雪とかになるのかな。
そういえば前日に谷川岳でも雪が降ったって言ってたんで、やっぱここも降りましたね。そうなると金星峠を越えられるかどうかはちょっとね、この先の路面状況によるんですけど、群馬県側は意外と手入れされてるんで、ひょっとしたらこのまま行けるかもしれませんね。完全に路肩に雪がありますね。これ前日に結構降った感じですね。ただ凍結してるわけではないので、このまま進んでいきたいと思います。けどこうやってね、雪をかぶった金星峠、若干紅葉も残っていて非常に綺麗なので、やっぱりもっと近くから見たくなりますよね。ということでこのまま継続して進んでいきます。やっぱすごいな。金星峠に雪と紅葉、紅葉はほぼ終わりかけてはいますが、一部黄色いのが見えるんで、いや、こういったコラボが見えるっていうのは非常に貴重なタイミングですよね。金星峠が近づくにつれて路肩の雪もどんどん増えてはいるんですけど、ここでこの感じだったら走り抜けられそうですね。そしてこの先の景色がすごいな。黄色の紅葉が見えて、その上には雪化粧。いや、このまましばらく眺めていたいなと思うくらい非常に幻想的です。そして黄色の紅葉が結構残ってますね。しかも朝日に照らされるとなおさら発色が綺麗ですね。じゃあせっかくなんでこの先で写真撮りながらしばらくゆっくりとしたいと思います。さて、ちょっと風肌舞ってる感じなんですけど、このまま金星峠越えて群馬県に帰っていきたいと思います。だけどこうやって雪景色と紅葉とっていうのを一緒に見れて、なんか非日常感のある景色はやっぱいいですね。で、おそらくこれで自分は奥日光の紅葉は見納めになるかと思いますんで、またこのね景色を来年も楽しみにしたいと思います。はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。今回は2025年10月29日に撮影しました日光いろは坂の上りと下り、そして中禅寺湖、湯ノ湖周辺、金星峠の紅葉状況をお届けいたしました。いろは坂については今が見頃となっておりますが、当然標高が低い部分についてはまだまだ見頃は先になっておりますので、来週でも再来週でも楽しむことができます。そして中禅寺湖周辺については今が見頃となっておりますので、ぜひ3連休中に日光に行くことをお勧めいたします。とは言っても大渋滞は避けられないと思いますので、ぜひね早い時間に行動してもらえればなと思います。そして自分の方はこの後金星峠を越えて群馬県側の紅葉の様子を撮影してきますので、次回以降丸沼高原と赤城ですね、そこの紅葉状況をお届けしますので、ぜひ楽しみにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。